ようございます。こんにちは、こんばんは、橋立さやです。この動画では神様や宇宙存在など目に見えない世界の方々からのメッセージやスピリチュアルトークを通して皆さんの悩みや質問にお答えしたり、人生に役立つヒントをお届けしています。はい、今日のゲスト、としちゃんです。どうもはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のテーマは祈りというテーマでとしちゃんとお話ししていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。今なんかピューンって通ったよね。見ね、た？シューッと取ったね。通ったよね。うん、あのね、私最近よく聞くんだけど、地震が怖い。うちの知り合いの知り合いから、うん、なんかこう地震が起きるっていうのが予知ができる人が、もうすぐここら辺に地震が起きるっていうから、うん。どうしたらいいですかとかっていうご相談がよく来るんですよ。うーね、みんん、な不安になってる人多いと思うんですよね。動画見ちゃっその時言われたて。ことね。ね、大きな地震もあったし、うん、だけど、なんて答えたかっていうと、いやちょっと投げやりな答えじゃないかって思う人はそう思っても構わないんだけれども、なんて答えたの？あのこのね、日本で生まれたっていうことは、どこで地震が起きても当たり前、そういう島国で生まれたんだっていう宿そうだね。命を持ってると思ってくださいってまず言いました。うんうん。それでね、ね。どうしたらいいのか、そういう人は。うんうん。祈ってくださいって言いました。うーん、素晴らし祈ることい回答だ。によってね、祈ることによって、大難を小難に、小難を無難に変化させることができるっていうのを、私たくさん見てきたんですね。で、そのことをお伝えしたんです。いや、それはでもね、すごく素晴らしいと思う。僕もほんとにその通りだと思うからね。ちょっとね、としちゃんはね、祈りについての、なんていうの、語り部エキスパートなんですよ。なので、前にタイの、上座部仏教の、はい。お坊さんの修行をしたりとか、うん、あと、その潜在意識と顕在意識っていうそういう心理学的な観点から祈りについてたくさん勉強を、一緒にしたんですけど、特うんうん。にとしちゃんはそれを極めていった人なんで、ちょっとね、としちゃん祈りについてレクチャーしていただけないでしょうか。オッケー、オッケー、いいですよ。もうね、本当に今、さやちゃんおっしゃったようにね、集合無意識って言って、僕らはある程度のこう数の人たちが、同じ思いをずっとやってしまうと、その通りにそのエネルギーが重なって、どん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 積み重ねると現実化してしまうっていうこの要素があること。これはもう歴史を見るとまさにそこなんですよね。で、祈りというのは逆にそこにね、すごくね、近いものです。例えば、嫌だなと思うこととか、怖いなと思うことをみんなで思ってしまうと、まるで祈るかのように、うん、そのことを作り上げてしまう。確かに。だけどもこれ反対にですよ、これをみんなが幸せになることとか、あの人が健康でありますようにとか、誰かの幸せを願う、祈る、こういうことを1日に本当に1分でもずっとみんなが行うようになると、それも集合無意識、みんなでの意識が重なって、そして幸せな世の中とか、安定した世の中が出来上がるということも事実なんです。で、こういう話をすると、いや、それはわかるけどってよく言われるんですよ、言葉ではね。言う人いますよね。そうそうそう。だけどうん。実際に言葉では祈りがいいとか感謝するといいとかわかるんだけど、でも現実にそうなるって、目の前の現象が変わるってどうなのみたいな言われるんですよね。うん。言ってることもよくわかるんです。例えば、祈ったものが、じゃあ祈りました、電話かけて今どうって言うと何がって言われてしまうと、わかんないっていう風な、こういうことを言ってるんだと思うんですけども、うん。例えばね、ロサンゼルスの、実験っていうのがあってね、で、これ実験というか実際に起きたことなんですけども、ロサンゼルスに瞑想大会っていうのがあったんです。世界中の瞑想家が集まったんですって。瞑想大会、面白いね。
もうね、ヨガとか、仏教瞑想とかいろんな瞑想ができる人たちが世界中から集まって、そして瞑想のトレーニング、いろんな世界中の瞑想のことをそこでシェアし合ってやってたんですって。面白い。私も行ってみたい。見たいよね。もうう知ってたらん。僕も行きたいって思うんだけども。うん。そう、そこにね、何百人もの人たちが来たので、それでその地域の人たちがその場所を貸してくれたっていうことでね、うん。そこに参加した方々がみんなで、まず最初に毎日、そのみんなでのシェアすることを行う前に、貸してくださった地域の人たちに感謝の瞑想をして、そしてみんなが幸せになりますように、地域の方々が平和でありますようにっていう、そのお祈りをしてから始めましょうっていうことが取り決めになったんです。そしてね、毎日それを30分ぐらい、瞑想のプロですから30分ぐらい自然にできるわけですよね。それを始めたらば、なんとですよ、うん。1日目から地域の犯罪率、ね、ロサンゼルスが犯罪率高いかどうか、もうこれはイメージで思ってくださいね。このね、犯罪率が30%その日から減ったんですよ。ええ。すごいでしょ。でね、すごあの、い。1週間経っても減るので、そこに地域の地元の小さな新聞社が気づいて、なんか瞑想の大会っていうのをやり始めて、お祈りをし始めてくれたらば、犯罪率が下がったんだっていうのを出したわけですよ。ええ。ね、地元の警察の方々が、何を言ってんだと。うん。我々の日々の努力の、そう言いますよね。それはそうですよね。うもちろん、ん。すごくあると思うんです。うだけど、ん。実際にその行為はずっと今までそんなになかったわけですからね。うそのん。下がるって。それがずっと1ヶ月近く続いたんですよ。会がうん。行われてる間。うん。そこで、それが終わったらどうなったか。終わってみんなありがとうございましたって戻ってったんです。その翌日から犯罪率は元に戻ってっちゃう。すごい残念。そう。そんなに効果あったんだ。すごい効果があったんですよ。それで大え。きな新聞がそこに今度は気づいて、うん。調査をして、うん。そこで何がそうさせたのかっていうと、やはり祈りの効果。確かにアメリカっていうのはキリスト教とかそういった中で主に対する祈りとかありますうよね。ん。だからすごく祈りに対しての受け取り方っていうのはすごく良かったみたいです。うことによん。ってその祈りの種類が地域の方々、地元の方々、そういった方々にお借りした、ありがとう、幸せで平和でいてねっていうことを、ある程度の数の人たちが行ったらば、あこのようになるんだっていう、まさに集合無意識っていう、ここなんですね。なるほどね。すごい効果があります。そしてね、じゃあ一人一人がどうすればいいかっていうと、実はこれはね、例えばこういう言葉って皆さん聞いたことありますかね。対象にする祈りをするときにその人っていうのももちろんそうなんだけども、あとは光を思い浮かべるんです。太陽の光でいいですから。光を思い浮かべて、その光をずっと自分が浴びてるような気持ちになって、そして今日もこうして生かされてること、ありがとうございますって一言唱えた後に、私と出会ってる方、ご縁のある方、そしてその先のご縁のある方、世界中のつながっている方々が平和でありますようにって、その光がね、広がるようにイメージするんです。これなぜ大事か。実は人間は光から始まっている。そうなんです。人間ってね、生まれた時、例えば精子と卵子じゃないですか。これが一番最初につながった瞬間、なんとここでポンと光が発せられるんです。いきなり何言うのかと思っちゃった。いきなり精子と卵子とか言ってびっくりしちゃった。光ですね。ここでつながったその触れた瞬間に光がねポンとなる。でこれ命の光って言われていて、魂がそこに宿ったその光なんですね。人間のは光ってねすごく大事で、太陽の
を見た時にあったかいな気持ちいいなって思うじゃないですか。うん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 真っ暗なところで一筋の光を見るだけでもなんかほっとするじゃないですか。うん光で生きているので、なので僕らはその光をイメージをすると、その光によってエネルギー、命のエネルギーが広がって、平和とか思いやりとかそうしたものが共鳴できるんです。なるほど。そう、としちゃん、ちょっと最後にうん光の瞑想みたいなのあれば、ぜひみんなと一緒に誘導してやってみるのはいかがですか？OK いいですよ。じゃあ、ちょっとお願いします。はい、OK やってみましょうね。では目を閉じていただいてゆっくりと呼吸をしましょう。呼吸はいつもよりも2倍から3倍ゆっくりとしてみましょうね。そしてその呼吸に意識を向けながら、呼吸が体の中、息が体の中に入ってくることと、外に出ていくこと、このことをまず意識してください。そして次に、皆さんがご自分でイメージできる太陽の光で結構です。朝日でもいいし、夕日でもいいし、どこかにお出かけした時に、綺麗だったなって思うような、そういう光で結構です。その光を思い描いて、その光がゆっくりとご自分に降り注いでくること。その光に頭皮から顔、肩、体全体が照らされていること。そのぬくもりを感じながら胸の前で手を合わせましょう。そして呼吸とともにその光を体の中にもゆっくりと取り込むようなイメージです。小さな光の粒子を体の中に取り込んで、そして息を吐くと今度は体の中に溜まっていた古いもの、もう手放していいものを外に返してあげます。こうして外も中も光で満たされるようにまずはしていきましょう。そしてご自分が光に満たされたな、そう感じたらば、今度はご自分から自分の近しい人たち、近くにいる人や関わりの濃い人たち、大切な人、好きな人で結構です。そうした人たちにご自分の光がスーッと広がっていくように、その人もこの光で一緒に照らされているようなイメージをします。そしてもっと先の人、あまり出会わない人や道で歩いててなんとなくいつもすれ違ってるなっていう人でも結構です。そして通り過ぎるだけの人、そしてさらに外に広がっていくと、まだ出会ったことのない人、世界中の人々に広がっていきます。動物や植物、そのすべてに光が届いていくようにイメージをいたしましょう。そしてご自分と同時に今こうしてつながっているすべての存在に、生きとし生けるものに幸せでありますように、平和でありますように。ではゆっくりと呼吸をしながら目を開けてくださいね。はい、皆さんどうでしたか？
いや、気持ちいいですね。ねあ本当うん、としちゃんのこうんうん。の誘導瞑想ってすっごく効果があるんですよ。なんかね、潜在意識の深いところから変化していくんですね。で、としちゃんが瞑想心理学っていうオリジナルの講座を全国各地でやっていますので、もしちょっと興味があるなと思う方は、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。ぜひぜひお越しください。はい、今日は祈りについてと、光の瞑想、祈りですね、光の祈り、瞑想ですね、そちらをちょっと誘導していただきながら体験してみました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さんぜひチャンネル登録、高評価ボタンをよろしくお願いします。またね。ありがとうございます。LINE 登録お願いします。どこからできるの？概要欄にあるよ。